皆さんこんにちは。ワールドラバーマーケットのぐっちです。今回は私の接着剤の塗り方を皆さんに紹介します。でそれは私は今粘着性のラバーに接着剤を厚塗りということをやっています。でこの接着剤の厚塗りをしたらどういった効果があるのか、どういったデメリットがあるのかっていうのをやっていきます。でこれは中国の選手も今実は粘着ラバーに結構接着剤を厚塗りして試合をしています。もうラバーの貼り方のちょっと裏技的なものを皆さんに紹介します。でまず準備するものですね。準備するものはまず使うラバーです。新品新品じゃなくても大丈夫です。使うラバー、そして2つ目は接着剤がいります。で接着剤は私が一押ししているのはラバーの厚塗りがしやすいものといえばファインジップですね。やはりこれが結構接着剤の膜、ラバーの膜を溜めやすいということで、私は厚塗りにはもってこいの接着剤ですね。であと他には適度に膜がたまるクイック&イージーとか薄塗りでちょっとずつ膜をためるターボフィックスなんかもありですね。で3つ目がこちらのスポンジですね。接着剤を塗る時のスポンジです。何でも OK です。このスポンジ面にとりあえず1回塗ります。じゃあちょっとファインジップを少なめにちょっと塗りますかね。1回ちょっと少なめに塗ってさささと薄く1回ラバー全体にこうやって塗ります。で塗りました。で今皆さん1回目塗りましたよね。で1回塗ってこちらのラバーを完全に乾かしてから今度また2回目の重ね塗りをしてください。私の塗り方は実は4回ファインジップを塗ってまして、で完全に乾かす、塗って完全に乾かすっていうのを4回繰り返します。乾かないかな。じゃあちょっと1回目乾かします。はい、1回目乾きました。では2回目の重ね塗りをします。2回目、この塗る量なんですけど、これは正直皆さんそれぞれでいいと思います。1回かなり多く塗って3回重ね塗りという場合もいいですし、薄く4回塗るっていうのでもそれぞれ皆さんのこだわりでやってもらった方がいいのかなと思います。でも私のおすすめは今ちょっと塗ってるんですけど、薄くやっぱ塗ってもらった方がムラができない。要するにボコボコになりにくいんですよね。なので私のおすすめは薄めに4回塗るですね。なのでこうやってかなりファインジップにしてはかなり薄塗りですね。私は薄く塗って4回ですね。今2回目塗り終えました。白になってます。こういう感じですね。今これ接着層としては2層目になりますね。でこうやって乾かしている、今2層目を乾かしているうちにちょっと次に行きます。その粘着ラバーのメリットをパパッと言っていきます。でまずこの粘着ラバーの厚塗りのメリット1つ目、ボールの球持ちが向上するっていうことですね。実はこのファインジップを塗るっていうかこの接着剤を厚めに塗るとボールが掴む感覚が増えて、コントロール性、粘着ラバーだと球持ちが長くなるのでコントロールがアップする。この接着層で厚みが増しますので、その分食い込みがグググググってラバーに食い込む時間がより長くなるという感じですね。で2つ目のメリットは硬いラバーが食い込むようになり回転がかけやすくなるっていうことですね。3つ目はラバーが重くなりボールの威力が出るっていうことですね。結構このファインジップとか重ね塗りしますとラバーがもう重ね塗りすればするほど重くなっていきます。私の感覚ですと1回塗りを増やすことに 1g 近く重くなるのかなと思います。なので4回塗ると 4g ぐらい重くなるんですよね。1回の塗り量が少なかったり多かったりでグラムの増え方は変わるんですけど、だいたい1回塗ると 1g ぐらい増えますね。そして4つ目ですね。4つ目は下がってもボールが落ちなくなるっていうことですね。やはり球持ちが上がる。要するに後ろから硬いラバーで振っても、強氷みたいな弾みの弱いラバーでも後ろから振ってもボールが
落ちずに上がりやすくなりますね。今ちょうど2回目乾きましたね。で2回目乾いたのでちょっと塗ります。ちょっとこうもう一回じゃあ3回目ですね。3回目は塗りました。3回目今3回目の膜ですね。膜が溜まっているところです。こうやってちょっとちまちま膜を溜めていく感じですね。はい、3回目です。でこれで多分今ほんの少しこう接着層の膜がもう3層目なのでもうこうやったら見えるようになるかなと思います。で、続いて乾かしている間にデメリットの方を言っていきます。でデメリットももちろんありまして、重ね塗りこのラバーの厚塗りのきついのはこう重ね塗りをしすぎると重くなるっていうことですね。やはりこの1回塗るごとに 1g 近く重くなるっていうことだったので、重いのが苦手な方はちょっとやっぱ厚塗りすると重くなっちゃって余計振りにくくなりますので、やはりラケットをその分軽くしていただくかバック面を軽量にしていただく。そうすればフォア面の粘着性ラバーをファインジップ厚塗りしてもラケットが重くなりすぎないですね。私の実際バック面は結構軽めのラバーを貼っていた時期が多かったので、フォアは厚塗りしていたっていう感じですね。デメリット2つ目ですね。2つ目は気をつけてほしいことなんですが、4ミリを超えないように気をつけて塗ってください。この4ミリ以内を収めるというのは本当にこれは集中してやらないとすぐ4ミリ超えます。私も本当に薄塗りで4回塗って厚いスポンジに薄く4回塗ってギリギリニッタクさんのルーペで測ってじーっと見て4ミリ以内ギリギリ 3.95 ぐらい 3.9 いくつだなっていうぐらいギリギリ OK っていう感じで確認してラバーを貼っています。なので本当接着層をこう7回8回とか塗る、スポンジがラバーが厚とか中のラバーでしたらたくさん塗ってもらって大丈夫なんですけど、特厚マックス系のラバーは本当に1回1回塗るごとにちょっとルーペで確認して4ミリを超えないように、そこだけ気をつけてほしい。もうこれは絶対です。はい、では3回今塗り終えました。膜が溜まってますね。こういう感じです。3回塗った状態でこの状態ですね。膜が結構厚くなっているというのが分かると思います。で私の場合これにあと1回プラス塗ってラケットの方に貼るっていう感じですね。でこれでラバーの厚塗りの完成です。テンションラバーや表ソフト、玉離れをスピード感とかを重視する表ソフトも離れの良さがありますので、あれにはやっぱ厚塗りするとグニャングニャンってなって逆に弾みが落ちたり表の良さが消えてしまいます。なので厚塗りでやっぱ一番いいのは粘着性ラバーとの相性は抜群なんですよね。よかったらやってみてください。以上私のこだわるラバーの厚塗りでした。ありがとうございました。